おはようございます。たかしです。本日は12月19日火曜日、ただいま8時2分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。期間限定でテキストの割引販売をしております。FX を勉強するためのテキストをお探しの方は、クリスマス期間までのお得な割引をご利用ください。詳細は概要欄をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の日足からですね。現在ポンド円こちら緑の平行チャンネルの中で動いておりまして、その現在は下限付近にあるんですね。そして下限での反発上昇っていうところを今は見ているんですが、インジケーターを見ているとなかなかに弱いので、今はなかなか上昇できない、そういうところにあります。ただ本日は日銀の政策金利発表、そして植田総裁の記者会見がありますので、そこでどうなるか、円安方向に大きく動いて、ここのチャンネルの下限から上昇していくのか、それとも円高方向、つまりこの平行チャンネルを下抜けてくるのかっていうところを見ておきたいです。下抜けてきた場合はピンク丸の安値が意識されてきますので、178円ぐらいっていうのは再び意識されると思います。そして上昇してきた場合っていうのはこの白い水平線ですね。ちょうどここ、現在は GMMA の青帯がこの辺付近にありますので、184円付近というところが意識されてきますので、184円と178円というところでの間でのまずはレンジを疑っておく。これを抜けた方についていくですね。上抜ければ再び高値を目指して上昇していくでしょうし、下抜ければもう一段下176円とか172円とか、そのあたりを目指して下落していくと考えられます。では4時間足です。日足では平行チャンネルの下限で、この辺りに平行チャンネルの下限のラインがあるんですが、4時間足を見ていると現在は下落トレンド中ですね。ただしこの下落トレンドっていうのも直近のこの安値、ダブルボトムをつけて上昇しようかどうしようかっていうのを今迷っている段階です。基本的には高値をずっと切り下げてます。安値も若干ですが更新しておりますので、今は下落トレンドの中なんですが、今は日足のチャンネル下限ということもありまして、一旦の反発上昇を見ておきたいんですね。オレンジの水平線、白い水平線が引いてますが、この辺りまでの上昇ですね。マックス上昇してきたとしても、この辺り、184円ぐらいかなというふうには考えておりますので、これが先ほど日足で言ってました GMMA の青帯が降りてくるポイントですね。この辺りまで、184円ぐらいまでの上昇は考えられるんですが、それ以上上昇するのであれば、そこから大きく上がっていくと思いますので、その辺の上昇には期待ができます。ただし、基本的には今下落トレンド中ですし、あまりどんどん上昇するっていうのはイメージしにくいので、まずは184円ぐらいまでの上昇は考えられるんですが、そのあたりになれば、ここでのダブルトップ、先ほど言いましたようにレンジですね。現在は184円で一度高値をつけてます。そして安値を2回つけてますので、ここでのレンジっていうところを大枠では想像しておいて、抜けた方についていくのがいいと思いますので、今はそのレンジの中央付近ですよね。ですので、上がるか下がるかは分かりにくいところにはあるんですが、基本的には GMMA の青帯は下向きですので、上がったところは売られやすい。つまり上値は重くなってくる。そういうところにあります。では1時間足です。1時間足を見ているとよくわからない動きをしてますね。昨日の動きなんか特にそうです。じりじりと上昇してきて、また夜中からじりじりと下落してきているという、すごくわかりにくい動きをしてますので、こういうところでトレードをすると、勝っても打っても負けやすい、そういう相場になっておりますので、まずは一旦様子見ですね。しっかりと直近の高値、ここですね。金曜日の高値を上抜けてくれば、一旦上昇方向に動きやすくなるとは思います。逆に、木曜日の安値を下抜けてくる、ここを明確に下抜けてくると大きく下落していくと思いますので、今はその中で4時間足の GMMA にぶつかってはいるんですが、上値は重いんですが、それでも底堅い動きをしているという分かりにくい動きですので、まずは本日の日銀の発表もあって、そこで動いた方についていくっていうのがいいと思います。では次はドル円の日足です。こちらも同じですね。直近ではダブルボトムみたいなことを日足では起こってきておりますので、このダブルボトムでの上昇になるのかどうかというところですが、上値が重いんですよね。イメージとしては GMMA の青帯ぐらいまで戻してくれれば、そこからの下落の流れがイメージしやすいんですが、現在は戻すに戻しきれないというところで、なかなか動きとしては小さくなってやりにくい相場にはなっております。ストキャスティクスやマクディを見ていると、そろそろ上昇してもおかしくないのかなというところまでは来たんですが、やはりどちらにしても日銀の発表次第ですので、本日はその発表を待ちたいところです。こちらもポンド円と同じ動きをしてますので、ここのダブルボトムからの上昇になれば、このネックライン付近まで 146.3 付近までの上昇をイメージしておきたいです。ちょうどそのあたりには日足の GMMA が下がってきてますので、146.3 付近まで上昇してくれば、そこか
からは再び下落しやすくなってきますので、その辺を見ておくと面白いと思います。では4時間足です。こちらもポンド円と同じ形をしてますよね。基本的には GMMA の青帯に接触して綺麗に下落してきております。そして現在は GMMA の青帯付近まで上がってきたというか、ほぼほぼ動いてませんので、GMMA の青帯が降りてきたっていう方が正確ですけれども、今は GMMA の青帯付近にありますストキャスティクスもデッドクロスしてきているというところで、ここからは一旦の下落をイメージしておきたいんですが、昨日のこのじりじりとした上昇すごく気になりますので、もしかすると本日もこのままじりじりじりという感じで上昇してきて、白いトレンドラインぐらいまで上昇してくるかもしれません。そうするとここからは基本的には今までの流れを見ていると、そこからは下落しやすくなりますので、トレンドラインぐらいまで上昇してくればそこからは下落の流れをイメージしたいんですが、今 GMMA 付近にありますが、ここから下落したとしても直近のこの安値 141.5 付近っていうのは底堅い動きをしてますので、一旦下落してもまた上昇しそうな、そんな雰囲気も感じますので、ちょっとここの動きは注目ですね。あまり今のこういうような動き、ここ3日間ほどの動きを見ているとトレードがしやすい状態とは考えにくいので、こういうところではトレードしないです。なのでまずはこのトレンドラインぐらいまで上昇してくるのをまず、そこからの次の下落の流れを見る、もしくはこのトレンドラインを上抜けてくればここから上昇していく、一旦の短期的な上昇をイメージしておく。そして 141.5、 このオレンジの水平線ですね、この直近の安値を下抜けてくればそこからの下落の流れに乗っていくみたいな、その動きが出てからです。今どちらに動くかがわからない状態でトレードするんじゃなくて、しっかりと下落してくればその下落の流れを確認した後、そこからの流れの続きについていくとか、上昇してくればその戻り売りポイントまで上がってくればそこからの下落を見ておくとか、もしくはトレンドラインを明確に上抜けてくれば現在の下落が否定されたことになりますので、そこからの上昇の流れについていくとか、どちらにしても本日動きが出てくると思いますので、その動きを見てからローソク足が確定してから次の流れに乗っていくのがいいと思います。では1時間足です。1時間足には週末に描いていた図がそのまま残っておりますね。 GMMA の青帯がこんな感じで上昇してきて、 GMMA の青帯を上抜けてそこにサポートされてからの上昇、もし上昇するならこんなイメージを持っておきましょうという、そんな話をしていたと思います。ちょうどそんな感じになってきてますよね。 GMMA の青帯を昨日上抜けて、現在 GMMA の青帯付近まで押しをつけに来たタイミングですので、ここでサポートされればもう一段の上昇で、このピンクの矢印みたいな感じで、そうするとこのオレンジの水平線ぐらい 144.5 ぐらいまでは上昇していく。そして先ほど言っていた白のトレンドラインがその辺付近にありますので、その辺から再び4時間足単位の下落に入っていくのかなという、そういうイメージが持てます。そして現在はストキャスティクスも安値圏付近ですし、そして GMMA でサポートされるかもというところに来ておりますので、本日は一旦の上昇を見て、その上昇がどこまで続くか、そして日銀の発表でその上昇が加速するのか、それとも一旦の上昇が騙しになって大きく下落するのかっていうところを見ておきたいですね。主な動き方としては先ほど4時間足で言ったようなそんな感じになりますので、しっかりと動いた結果を見てからその流れに乗っていくです。動くかどうかがわからないところでどちらに動くだろうと予測して乗っていくのは危険ですので、そうじゃなくってしっかりと動くのを待って、動いた後重要なポイントを抜ければそこからの上昇とか下落の流れに乗っていくっていう考え方を持っておいてください。では本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿しています。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意しております。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントも投稿してます。時々この掲示板に関しては Twitter でも発信しておりますので、よければそちらもご確認ください。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。